ご視聴ありがとうございます。以上です。はい、今回はですね、タイトルにある通り、中国のゲーム会社のみほよさんから配信されているオンライン RPG ゲーム、原神のキャラクターを描いていこうかなと思います。先に言っちゃうんですけど、若干のネタバレが含まれる絵であるとともに、雑談の中身にネタバレが含まれる可能性があるので、未プレイでちょっと気になっている方はお気をつけください。本当はもう少し早く出すべき絵だったんですけど、結局ギリギリっていうか、若干間に合ってない節がありますが、12月1日からついに勝利先生のガチャのピックアップが始まりました。いや待ってたんだよって感じですね。メインストーリーの追加があってから一発目のガチャで追加になると思ってて、先月構えてたんですけど、先月のガチャのピックアップはまさかのタルタリアの方で、あれって思ったんですけど、1ヶ月待ちました。別にタルタリアが嫌いでタルタリアが待ち遠しくなかったっていうわけでは全然ないんですけど、それにしても勝利先生の方が待ち遠しかったっていうのが本音で、ガチャの更新は夜でしたけど、伝説任務の方はもう朝の方に更新されてたみたいで、私まだやってないんですけど、いや楽しみですね。でもやっぱり今になってから追加になる伝説任務なだけあって、解放条件が世界ランクちょっと高めだったので、最近始めた方って言ってもやり込み具合にはよるんですけど、まだプレイできないかなって方もちょこちょこいるんじゃないかなと思います。私は一応解放条件に沿ってるので、引いてからプレイしようかなって思ってるんですけど、今回のイラストの話を唐突にし始めるんですけど、今回のイラストはですね、メインストーリーのリユエ編の最後の章、迫る覚醒で合ってるのかな、読み方が更新になった時にこの構図がバッチリ合うんじゃないかなって思って、この同じ人物がこの正面向いて半々で分かれてて別な装いみたいなイラストを一回描いてみたかったんですよね。ただちょっと今回カラーラフで詰めなかった私が悪いのはもうありありと見て取れると思うんですけど、ちょっと若干詰めが甘かったので、また別な機会にブラッシュアップするつもりがあれば、ちょっとリベンジしたいですね。それでも書いたっていう事実自体は満足なので別にいいんですけど、この理由編のメインストーリーの途中は勝利先生と一緒にお使いに行けるところがあるんですけれど、そこでやっぱ勝利先生の人間って言っていいのかな、人となりが若干ちらほら見えてて、勝利先生がどういう人物かなって分かってきたところに、そのメインストーリーがそこで切られてて、で後にその迫る学生で追加になって、いよいよ勝利先生が願をテイくんだっていうのが分かった時の衝撃だと思うんですけど、やってる途中で全然気づいた方も多かったと思うんですけどね。でもやっぱ前から願をテイくんじゃないかっていうのが推測はできてても、その北国銀行で淑女に神の心を差し出す時の勝利先生のこの気持ちの吐露っていうか、なんていうか、そういうところにってなってしまって、勝利先生と願王帝君をどういう表情で描いた方がいいのかなって難しいところですね。結局勝利先生は正面を向かせて、願王帝君はちょっと伏せ目がちな感じに
伏せ目がちな感じに書いたんですけど、いやーちょっとメインストーリーやったのがちょっと前になっちゃうので、もう記憶薄れ始めちゃってるところがあるんですけど、もうちょっとこう勝利先生言ってたことを噛み締めたいなって思うので、後でこう親切な方が上げてくださってるプレイ動画でも探そうかな。やっぱりこう何のゲームやってても思うんですけど、こう一回で気持ち飲み込めないし、こう一回でそのストーリー全部覚えられるわけじゃないから、ちょっと何回もやったり見てみたりしないと、やっぱこういうのはダメですね。原神はそのゲームとしてクオリティが高いのはもちろんなんですけど、お話も面白いですからね。そのたまにこう文章に語訳が混じっちゃってておって思うところはまあ愛嬌みたいなところはあって可愛いですけど、それにしてもやっぱりお話面白いので、ソーシャルゲームっていうスタンスでやるにはちょっとやっぱこう自分での操作がメインになってくるので重いところはあると思うんですけど、それにしても面白いゲームなので、触ってない人にはぜひプレイしてみてもらいたいですね。私が原神を知ったのは、フォローしてるイラストレーターの先生がその偶然公式サイトが立ち上がった時にリツイートをしているのを見かけまして、初めはそのまんま PC だけのオンラインゲームだと思ってたんで、Mac だから多分プレイはできないなって思ってたんですけど、そしたら iOS とかあと PlayStation 4でも媒体としてプレイできるように出しててくれたので、私は iOS 版をやってるんですけど、そのプレイステーションを立ち上げるのが億劫で、操作感で言ったら絶対こう PC でやるかプレイステーションでやるかだと思うんですけどね。でもちょっと手軽さっていうか手軽に触れる感を求めてるので、iOS のこの操作感最悪な状況で頑張ってプレイしてるんですけど、原神がリリースになって初めて触ってゲーム性のことを何も見ずにパッと触ったので、このやってみてオープンワールドゲームなんだって最初に思ったんですけど、ゼルダみたいな、ブレワイですけどね。で原神をしばらくこうプレイして思ったんですけど、私やっぱなんかオープンワールドゲーム好きだなと。ゼルダのブレスオブザワイルドも私購入したのはちょっと遅れてからだったんですけど、ドハマりして結構プレイしたんですね。でその時も思ったことではあるんですけど、やっぱりなんかこう好き勝手に探索できて、ボス行かなくてもよくてチャッチー敵だけ倒しててものんびりできるみたいな感じのゲーム好きだなみたいな。ゲームスキル的なところが全然ないので、できればこう技量を伴うようなゲームはやりたくないんですよね。そう考えると本当オープンワールドゲームって向いてて、結局ボスはいるのでそこら辺はどうにかしないといけないところではあるんですけど、その点差し引いてもやっぱりオープンワールドゲーは面白いですよね。なので案の定こう原神を軽い気持ちでプレイしてしまったらハマってしまったぜっていう人間なんですけど、でもその一番最初にその公式サイトが立ち上げられた時に見に行った時、なぜ惹かれたかっていうと、やっぱりキャラクターデザインとかだったんですよね。原神のキャラクターデザインほんと素晴らしいですよね。私はすごいドツボにはまってるんですけど、絵柄も含めて今はやっぱりこうどうしても女の子キャラが多めですけど、こう割合的に。でも原神って美少年キャラもポチポチ置いてっていうか追加してくれてるので、あとはそうですね、青年キャラがやっぱりまだちょっと少ないのと、あとその
ごついおっさん系キャラもちょっと追加してくれないかなってすごい期待してるんですけど、まあまあ言うて、だってまだその2国分しか追加になってないですからね。これからあと5つの国分あるでしょうから、いや大いに楽しみです。あとそのクレイとかナナちゃんみたいなサイズの男の子キャラは出てこんのかいやみたいな、そこもすごい楽しみですね。こう面白くてストーリーをこうすぐ読んじゃうんで、もっと新しいストーリーをって欲しくなっちゃうんですけど、いやまあそんなねサクサク追加されてたらそもそも今週まで出てるんだよっていう話ですから、できるだけ長く続いてくれるゲームであってほしいですね。こう賛否両論言われてたり、この運営の方にこういろいろ文句がある内容が浮上してきてしまってたり、ちょっと燃えてたり、あとガチャに不満があって文句言いまくってる人がいたりとか、結構はまあ出たてのゲームですからね、もう何でもそういろいろあると思いますけど、私的にはここ最近で一番推していきたいソーシャルゲームですね。ソーシャルゲームって言っちゃっていいのかな、これは。でもそうですね、推していきたいゲームですね。あとそうだな、原神 BGM もいいですよね。公式の YouTube チャンネルの方に確かその録音風景を撮影したので、フルで聴けた動画が何本かあったと思うので、気になる方は聞いてみるといいかなと思います。その戦闘 BGM も国の BGM もすごくよくって、こう話の進行状況的にそのどうしても最近リーユエにいることが多かったので、一番やっぱリーユエの BGM が耳に残ってるんですけど、 BGM が気になってこう耳に残るゲームはとてもいいゲームだと思います。今回も、実は前回のそのウラーヌスネプチューンの動画クラスの長さの動画だったので、雑談も長いんですけれど頑張って喋りました。頑張ってはいないんですけど、画面の方は着彩大詰めですね。背景の方に入ってます。この眼神の七天心臓の背中の方に浮いてるこの石板みたいな文字が書いてあるんですけど、あれはなんて書かれてるとかっていうのを公式でしっかりモチーフがあるんでしょうかね。実際なんて書かれてるかすごく気になるんですけど、こう年数を重ねて盛り上がってった時にこの設定資料集みたいなのが出て、そこでいろいろ細かい設定が見れる日が来るといいなと思ってるんですけど、今回その今書いてる模様のところだったりもなんですけど、いろいろちょっとこう資料をね眺めて見つけて探して頑張ってそれっぽくっていうかその通りに書いたつもりではあるんですけど、結構多分細部間違ってたりとか違ったりアレンジが効いてるところがあったりすると思うんで、そこはちょっとご了承ください。今回の動画も線画の途中もカットしちゃったりとか、ラフ部分そもそも全カットだったりとかってしちゃったりしてるんですけど、完成したイラストの方が、大きいサイズでピクシブの方に上がってますので、説明欄に載ってる URL からぜひご覧ください。あとですね、ちょっと前に息抜きの落書きを上げるだけの Twitter アカウントを作りました。今は原神の落書きが主に上がってたりするので、興味ある方はぜひそちらもご覧ください。タルタリアとかも書いてます。今のところ落書きしか上げない予定なので、本赤の方と合わせてフォローしていただけると落書きも見れるし情報も見れるしよろしいんじゃないかと思います。よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。